テキラドテジョンです。今回ね、ナビ VS フォールンゴッツというクランですね。過去に対戦したこともあるクランかなと思います。というわけで早速やっていきたいと思います。はい、先行はナビの方からガクライドラッシュ。ロケットスピア採用と、ガクは結構ロケットスピアを合わせることが見てると多かったですが、ライドラカットプラスベビドラを置いて、12時の方にキングクイーンを展開して、ライドラッシュ真ん中を置いていきます。駒型。一機のトーム入れていきます。レイジに乗っけてバルーン前衛に。ライドラも結構チェーンが入りやすそうな配置になってますね。キングクイーンも12時結構大きく削って、サイドカットとしても十分。さあ、防衛はスーパードラゴン登場。まさかの援軍出てきます。さあ、エアスイーパーは絶対フリーズ固めて進めていきたいというところいいですね。ダウンホールプラスエアスイーパーを固め続けて、もう一度かけていきます。ライドラはね、特にね、ロスが多いんでね、攻撃までの秒数も長いので、エアスイーパーに一度撃たれるとね、ターゲットの取り直しが本当にもったいないユニットなので、できるだけエアスイーパーは固めていきたいですね。さあ、スケルトンの呪文も使ってモノリスのターゲット拾いたかったんだけど、ちょっとマルチ IT も近いと。おー、これはいい。ブーメランプラスのロケットスピアでロイヤルチャンピオン外周部から一気に削りを入れていきます。さあ、モノリスの方も近づくことなく落としていく。クイーンの方も最後まで生き残っていって。いやー、強いっすね。これはロケットスピアの強いシーンを見た気がします。ナイス。さあ、全員集まっての全開です。ガーサス。おー。クイラはリターン型。なんと、シューター採用。もう時間勝負しません宣言来ました。さあ、まずクイヒースタートですね。さあ、ホーミングチェックと対空砲のタンクをしてくれるようなバルーンを出してからの、レイジを置いて、入れていく。で、12時シューターを置いてます。まあもうこれは、本当に時間のかかるプランニングなので、時間勝負はしない形かなと思いますね。さあ、ここでリターンをして、そうなんだ。6時から置いてキングも合流していくと。じゃあまっすぐ進めるのか。キング祭壇にウォールブレーカーつけて、ど真ん中勝ち割りプランですね、これは。取れてるか。よかった。ただ、ちょっとキング祭壇つかなかったですね、ウォールブレーカー。厳しいな。こういうの絶対ね、ウォールブレーカー予備で持ってきてる方が強いんだけどな。まあ、この辺削ってからウォールブレーカーもできるから、そうなんですよ。つかない。ちょっときついっすね。どうしよっかね、これ。敵艦ももう使えないからね、今から。壁は殴ってくれそうだけど、どうだろう。殴ってくれる？ OK？ さあ、ロイちゃん3時から。ウォールブレーカーのタイミングがね、どうせそこにつくにせよ、早い感じするかな。3時のタゲとか、テスラとかがね、出てない可能性もあるから。内側の施設削れれば、もうちょいウォールブレーカーも内側ついてくれた可能性もあるし。さあ、ここは、援軍クイーンでね、美味しい位置で当たれてます。援軍の方も結構緩い援軍出てきて、最近のね、流行りのアーチャーネクロ編成。さあ、ここでトーム入れていく。ちょっと防衛クイーンの処理だったり、ラバルパートもマルチ IT 残ってしまってるところ。なんとかここはクイーン処理。タウンホール区画もフリーズかけて。確実にね、クイヒーで全開を取りに来た感じではあるんですけど、結構しんどい展開になってしまってますね。いいフリーズ？ヘイストもあるので、そうですね。ヘイストかけて、中心部集めていく。クイーンの方は、クロークもあるんですけど、ここはまだ撃たないでインビジブルを使って延命していきます。まあ本当にもうクイーンだけを延命してっていう形なんですけど、ヒーラーの方が死にそう。タウンホールの方には、ずーっとターゲット取られなかったんですけど、ソラスケが偉すぎる。さあ、ディギーが強いですね、それ。ディギーがフリーズかけてくれました。さあ、イエティもタウンホールを殴ってることで、なんとか落としきりと危ない。ちょっとね、危ないアタックでしたね。6-2カズマくん。ファイヤーボールですね。ホグヘイストと。ちょっと前回のね、動画見た人はびっくりしたかもしれないんですけど、戻ってまいりました。
ロケットスピアしかみんな使わなくて何事って思ったんだけど。さあ、ファイヤーボールは、ここ隠して、ツイン用。で、クエイク揺らし、タウンホールを、タウンホール区画をね、タウンホールだけの状況を作っていきます。で、クラン城横のところを天才と。で、ロケバル残ってるところを回収していく。いいですね。この辺も削っていきたいところ。突撃艦は持ってきてるけど、タウンホールに使うのはちょっともったいない感じもするんで、タウンホールじゃないところですね。こうして。タウンホールはもうロケバルだけでも落とせそうなぐらいの HP になってますからね。突撃艦をクイーンの真上に落として、スーパードラゴンで落としていきます。タウンホールはしっかりここからロケバル飛んできました。ナイス。で、ロケバルテスラのところも合わせていって、どんどんロケバル合わせて、そうすると残った防衛が、イーグルと投石になってますね。中心部かなりここは、ポイズンが刺さるような感じ。ネクロも出てきて、スケルトンも出てきて、気持ちのいいポイズンですね、これは。いやー、強い。ストライカーも4枚持ってきてるんですけど、使うこともね。ナイス旋回。これはぶっ刺さりファイヤーボールですね。いや、今のプランめちゃくちゃいいですね。お、クイラバだ。いいね、いいね。どんどんクイラバしてください。これ前にあれかな？キングサッカーボール使って、ライトニングクエイクでなんか、モノリスを折ろうとしてたクランかな。その時もクイラバ多かったんだけど。突撃艦型ですね。ウォールブレーカーだけ先開けて。これでよくない？ここからクイーン出てきます。突撃型って思ってるより時間食うから、直進型ならあるか。でもクイヒーから始めていいけどね。クイヒー始めて、突撃艦投げて、で、キングのウォールブレーカーなんで最後でいいんで、こんなの。で、ここでウォールブレーカーつけるんだよね。そうだよね。ウォールブレーカーつけて、で、6時のカット、ちょっと、そうだね。ベビドラとかで、どっちかというと、撃てるから、テスラ、ウィズトーは。外のやつを消し、そう。それでいいじゃん。ウォールブレーカー入れて、ベビドラとかで外側削ってっていうのが一番良かったんだけど。で、クイヒーからすると今の環境、援軍もね、アーチャーネクロって結構やりやすいですよね。対戦であんま使われることはないので、クイヒーって。撃っちゃいました。あと多分出てくるぞ。めんどくさいのが。レイジターも発動タウンホールも撃てるようになったので、ダブルパートは上からですね。キングが拾ってくれたのか。ちょっと。これは見落としてた。申し訳ない。クイーンクロークはそうですね、レイジター乗っちゃって、ここも HP の高い施設を殴るので、クラン城とマルチアーチャーターと。ここは結構クローク打ちどころですね。攻撃力が上がるので、レイジとかで行くよりも、この一瞬でね、HP の高い施設を殴るときの方がよりクロークは効率がいいというか、コスパがいいので、スケルトン殴ってる時よりもね、やっぱ HP の高いイーグルとか、そういうの殴ってる時に撃った方がまだいいよね。タウンホールとかね。あとはスケルトンの呪文が1枚、ここは対1クロスいいと思います。クイーンとロイちゃんがここ突破すれば、ターゲットをひたすら取れると。結局、6時側がね、残っちゃう展開ではあるので、この辺もそうだね、アーチャーとかで簡単に削れる場所だったので、削れるなら削りたいところ、特に突撃を最初に投げてる位置なので、回収意識は結構高く持った方がいいですね。アーチャー1体、両サイドポンポンって置くだけで、結構ね、施設削れるんで、ここ。というわけでね、クイラバ2本対戦相手から飛んできました。ちょっとね、クイヒーには厳しいもので、押した方がいいんじゃないかなっていうところは結構ありましたね、正直。ジーマ、ライドラを入れたドラゴンラッシュにクローン2発型タウンホール周りかな。ジャイアントアローではない形、ヒーラー人形ですね。ということは、ただただ外、光栄として使っていくイメージだと思います。外周部回して。いいボールブレーカー。ライドラ反対サイドカット。いいね、これ。キングのルートもめっちゃいい。援軍被らないところ。
で、クイーンは外周部流れてほしい。ナイス。で、対地は絶対拾いたい。ナイス。これガントレット強いね、やっぱり。で、ドラゴン掲げて、フリーズじゃない、ポイズンエッグに合わせて、ナイストーム。クローン2発手前に落として、エアスイーパーもね、効いてるんで、ここしっかり落とせるか。フリーズかけずにこれは全部真ん中すっ飛ばしていく。あ、イエティも入ってるのか。バルーンだけじゃなくてイエティも入ってることである程度、この辺の破壊がいけるでしょうと踏んだところかなと思います。さあ、モノリスターゲット取られたんで、これ、いいクロークしっかり見えてますね。スケルトンの呪文もありつつ、ナイスクロークでターゲットブラしていきます。で、ドラゴンパート爆伸びですね、これは。で、6時側の方はボールブレーカーからスーパーバーバリアンも入れて、で、ロイヤルチャンピオン能力解放。これめちゃくちゃいいプランですね。ジーマーもね、世界大会どこかで出れる機会があればいいんですけど、出場権があればね、めっちゃいい選手ですね。いや、ドラゴンめっちゃ残ってんね。対戦相手はいいですね。この環境も全く時間を意識しない。81天才ラバル。8か。ジャイアントアローと合わせるとかでもなく。エアスイーパーとマルチアーチャータワー、投石、レイジタワー。まあ、エアスイを降りたいから一発足したって感じかな、そしたら。キングを3時に入れて、ボルベーカーもう1枚あるんだけど、これキングのために使うか、クイーンのために使うか。キングのために使った方が、バリューが高そうな感じもするんだけど、この感じ出さないね。ああ、そっか。穴も開かないので、キングは、に来ちゃいました。オルブレーカー使って、キングじゃない、クイーンをね、ここ入れていくって感じなんだけど、援軍をね、クイーンとか、タンクションとか、どっちも使った方がいいが正解かな、これどっちかというと。キングもクイーンも両方欲しいみたいな。てかこれクイーン短期で来てた時に多分火力に耐えらんないから、俺もこっちに持っててもって感じで思ったんだよね、さっき。キングに使った方がって言ったのはどっちかっていうとそういう感じ。これキングがたまたまこっち来てくれたから、クイーンがこうして若干ね、壁ユニットがいたので、ここ入れてますけど、キングいてこれだからね。はい。キングいてこれなんで、いなかったら溶けちゃってたかなって感じなので、キングシンプルにここ入れて、マルチ IT とね、クイーンを処理できるメリットと、縦ユニットプラスで、クイーンもね、ワンチャン狙って、ウォールブレーカー持ってくるみたいなのが、コスパ的にも良いんじゃないかな。ウォールブレーカーなんて8枠でいけるんで。中心部はしっかりとツイエティで落として、ストライカー刺していきました。ロイヤルチャンピオン。これは対地クロス漏れたので、ロイヤルチャンピオンの方は、勝利ができました。ロイヤルチャンピオン処理で、こっちのロイちゃんも、違う、こっちではないわ。攻撃側のロイちゃんもまだ生き残っています。ウォーデンがすごい HP で保たれてますね。ロイちゃんはさすがにそうですね。ホグヘイスト入ってて、能力解放。ウォーデンの HP がさっきからすごいのよ。ウォーデンがすごい。ギリギリを。ギリギリです。フォックスもいるので、そのうちそうですね、透明化して、バルーンも追いついて、対地クロスをみんなでぶん殴って終了と。結局そうなんだよね。ラバルパートをするとき、ここ終点になって呪文のない状況で当たることになるので、キング、ボールブレーカー入れて削っておけばいいシーンっていうところだったのでって感じかな。はい。さあ、星さんも71天才ラバル。さすがに、普通のヒーローギア。前回のは、幻です。71候補は結構ありますね、いろいろ。レイジタワーと宝石マルチアーチャータワーを折るのが、かなとは思うんですけど、上段の方でしたね。となるとヒーローパートで結構削りがしやすい方という形かな。ヒーローパートの邪魔にならないような削りをした感じなんですけど、ちょっとキングそれかけたのがクイーンに殴られて戻っていきます。オールブレッカー1枚あるんだけど、どうなんだろうこれは。取れてそうな感じ。マルチアーチャータワーは壁越しのキングのガントレットで折れるよねっていう計算かな。クイーンの方は対空砲折れるタイミングでのクロークからのアイグレ。いいですね。これイーグルのところまでクイーン伸ばしていきたいと。オールブレーカーこれ2枚目持ってきてるんで、
キングのために使いたかったんじゃないかなって感じはする。うん。まあ相手がね、結構時間ゆっくりやってくれたので、こっちもそんなに時間は気にせずゆっくりやっていいと。アーチャー対空砲刺したんだけど、しっかり小爆弾見て、もう一回追加で出していきます。ここが折れるとビズ島も簡単に処理ができるね。援軍と被るところ、これはポイズン美味しいですね。援軍処理プラスキング処理を、しかもね、結構ネクロとか細かい援軍なのです。ポイズンだけで処理ができた。ラバルパートは反対サイドから一気にドームで入っていきます。VL チャンピオンも後衛ユニット生きている。タウンホールのところはちょっとくるくる回されてったんですけど、イエティなので届いていって、レイジーイエティしっかり落としていく。ミニイエティ頑張れ。イエティの方もね、なんかダメージを結構受けても出てくれるみたいな、なんかそういうニュアンスのバグ修正とかそういうの入ってましたよね。さあ、ビズ島の方、ターゲット拾うバルーンを展開。ロイヤルチャンピオン中心部まで貫き。モノリスの方がね、ちょっと数で押していかなきゃいけないんですけど、ホグがいるので数は押せそうかな。ラバもまだ残ってる。さあ、たどり着いての全開と。ナイス全開。ちょっとだけ苦しい展開にはなったかもしれないですが。さあ、対戦相手、ドラゴン、クローン型。まずはロケバルで対空砲を降ります。反対サイドはベビベビで両サイドカットですね。クイーンも使って、ジャイアントアロー、レベルが低そう。12レベ。ヒーラー人形も18レベル。こっちは18レベル。しっかり上がっている。オールブレーカー入れて、対地クロスも拾えるようにしていく。オールブレーカーつなぎますが、つなぎ目湧かず。突撃艦タウンホールの方向へ。ワンチャンボマサイヤもありかなぐらいの感じだけど、これなら。さあ、かなり、ポイズン持ってきてない持ってきてるけど、どっか撃った撃ってるね。すごい、もうごちゃごちゃで分かりづらいです。レイジタワーと、レイジと、ポイズンと。で、クイーンの方も、くるっと回っていくんですけど、ちょっとタウンホール残りそう。さあ、なんでドラゴンが手元にまだ残ってんだって感じですけど。ロキバルでタウンホールのケアはさすがに距離が遠いか。呪文もね、そうだね。でも HP 低いんだ。落とせた。ウォーデン偉。ウォーデンが一発殴ってくれました。ロケバルはそんなに影響なかったんですけど、殴ってくれましたね。で、ロイヤルチャンピオン投石から殴れるような場所を投げていくんですけど、リクスキがしつこい。たどり着きましたが、ここは透明か。クイーンの方に行ってくれましたね。ロイちゃんは能力解放をそろそろしなきゃいけないタイミング。使っていきます。マルチアーチャーターってね、HP が高いんだよね。ここが結構だるいところではありますが、頑張ってるヘイストが。落としきることはできました。おでん像硬い。さあ、ちょっと時間もかかりそうなので2倍速で見ていきます。キングはここで潰されていく。あとはクイーンがここを乗り越えられるかどうかですが、対地クロスボウとおでん像という結構火力の高いところが残ってるんですけど、ユニコーンがいるのがありがたいですね。対地クロスとの対決、ここはなんとか勝って、おでん像の方もギリギリですが、超ギリギリ。危な。超ギリギリでしたが、で壁割りの方を見ていきましょう。割っていって、火力的には落とせないですね、もう。最後のアーチャータワー、そしてダークエリタンクを回収していってという展開ですが、間に合わず 99%。さあ、クラウスラストアタック。バルキリーラッシュにドルイド入った形。ドルイドのレベルが1レベル上がりましたね。前回は3だったんですが、4レベルまでカンストまで上がっております。ジャンプ2発、オーバーグロー2発型。さあ、1分17秒。サイドカットオーバーグロー来た。
防衛クイーンの方を結構外側で処理をしつつ、キングクイーンは外周部へ、ウォールブレーカーもつけていきます。スーパーバーバリアンとネバルキリ両方使って、ちょっとキングが流れてくれなかったクイーンのみの外周部へ。いいと思うんですね。で、オーバーグローも一応持ってきてはいるんだけど、ここはタウンホールも絡めてオーバーグロー入れていきます。10日弊社部隊もロイちゃんとか処理して。あれここで逆にロイヤルチャンピオンがなんと、ロケットスピアを投げ込んでいる。下が結構削り入れてた感じかな、こうすると。クイーンの方も、キングはいないんですけど、内側でバルキリーたちがターゲット取ってくれて、で、裏側の方はスーパーバーバリアンが一斉に削りを入れて、ウォールブレーカーからの、止めちゃった。入れていきます。さあ、スーパーガーゴイル。中心部残ったタウンホールのところ、フリーズも2発あるんでね、フリーズ2発撃つかなと思ったんですけど、ロイヤルチャンピオンの方がロケットスピア型、サッカーボール飛んでくる。サッカーボール飛ばしていってナイス全開。早いっすね。ナイスサラ。さあ、15点決めていきまして、対戦相手ラストアタック71天才のラバル編成です。天才の方はイーグルのところ、中心部、マルチ IT ポイズンタワー。天才バリューは大きい。クイーンを置いて、ヒーラー人形ですね。タウンホール目指してる形かな。細かいこと言うとね、これもね、クイーンからの天才の方が時間的には良いかなって感じ。クイーンがこれ結構時間使っちゃうので、クイーンを置いて時間待ってる間に天才した方が、待ち時間も短く済むと。攻撃時間も短く済むって感じなので、結構順序もね、気をつけた方が本当はいいですね。その分ね、狙い撃ちのライトニングがね、打てないっていう、そういうのもあるんですけど、タウンホール、ここは一気のクロークでしっかり、インビジブルタワーもね、あるんでね、ナイスクロークですね。で、援軍結構細かいところ出てきまして、ポイズン打つんだったら、レイジまで欲しいところ、フリーズとかね。さすがにそこまではせず。キングのところに援軍を置いていきます。援軍ポイズンね、合わせていくんですけど。どうだ、若干外れてる部隊もいる。ポイズン結構外しちゃったね。これ痛い。これは合わせたかった。さあ、ドリル採用です。ラバルからしても結構アーチャーがたくさん残っちゃうのはしんどいね。ドリルも割れます。さあ、出てきたのはイエティ。さあ、バルキリがいいね、ここは。アーチャー処理してくれました。インビジブルタワーが帰ってきそう。さあ、インビジブルタワーが帰ってきましたね、これは完全に。戻りそうれたタイミングだったので、なんとかなりましたが。ちょっとウォーデンも全くラバルについていかず、何をしてるんだ、ウォーデンは。イエティにくっついて、行ったり来たりをしてます。ラバルパートもちょっと崩壊気味。ラバルもね、難しいですからね。ロイちゃんは能力を使っていって。これあれかな、ルートライターバンされてるのかな、こんな感じ。そういえば使われてない気がする。そのためクイーラバと天才ラバルと増えた感じなのかな。クラスもさっきバルキリーラッシュだったしね。あれはシンプルにそういうプランな気もするけど。ルートライターね、いてもいいからね。で、頑張りましたが、ここまでと 94% です。はい、というわけでね、終わりまして、15対13勝利ナイスでした。カズマくんのね、ファイヤーボールとかマジでブストされて、めちゃめちゃに強かったですね、あれ。あとはね、クラスのバルキリーラッシュだったり、面白いアタックもたくさんありましたね。ドルイド採用もあったりと、非常に楽しい対戦だったかなと思います。ルートライダーが減ることによって、バリエーションは増えて、おもろいですね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。